チェンバーボーン。アップデート6。滅んだ土地に舞い戻り今度は順調に街づくりを進める我らがビーバー。悪潮対策ダムも無事に稼働。しかしまだまだ油断はできぬ。街づくり頑張ってくぞー。あれ？悪潮初日なのにすでに川の水位が低いような。お前まさか洪水の時開けて閉め忘れを。マジ？夜中にこっそり昔の製材所破壊。夜中にやるなよミニキーだろ。空いた土地には多くが植林されました。松も一部植え替えております。あ、この子、怪我してる。どうやら足やっちゃったかな？労災案件だ。では怪我したビーバーが休む、医療ベッドをホイットな。治るまでゆっくりお休み。ゆっくりしていってね。まだ悪潮6日もあるのに川が枯渇、なけなしの上のダムを放水。お前が上も下も水門上げ忘れたせいでこれが最後の水だぜ。この水位、普通にヤバい気がしてきた。ここの隙間の水も汲み取るぞー。急ぎここにポンプを設置だー。ダム設備は万端だったのに、門の開け閉めでミスってまさかのピンチに。夜中に泣きながら下流に水門建設依頼を出す。今作っても貯水できねえよ、混乱しすぎだ。まだ5日も残ってるのに。第2部、完。いやまだ諦める時間じゃない。貯水は89ある。でも1ビーバー1日消費が2で26匹だから2日もたんぞ。しかしこの隙間のポンプが我らにある。これでなんとかキューバをしのぐ。と見せかけ即日疲れた。もう後がない。カッサカサ、カッサカサやで。こりゃもう終わったな。あと1日分の水はある。なんとか乾きに耐えてくれ。干ばつ残り 3.7 日。ぶっ倒れるとも前のめり、一歩でも進むぞ。精錬所アンローク。備蓄の水も飲み切って残り3日、精錬所に続き爆薬工場やダイナマイトもアンロック。爆破関連解除して研究ポイントは150くらい残ったか。私の愛らしいビーバーが干からびてく。残り 1.8 日、こりゃほんとギリッギリだぞ。なんとか頑張ってくれ。なけなしの化学ポイント使って L 字のシャフトとかも開放して、精錬所建設開始。だが L 字シャフト作るための歯車の在庫はなし。柵も疲れて設置しやすいので農家増築。いのーちの水。早く水をビーバーにやらないとなのに汚水が溜まっててやきもきする。慌てるな慌てるな、汚水を浴びたら病気になるぞ。でももう我慢できなーい。ちょっとぐらい汚水混ざってても関係ねえ。これがビーバーロックな生き方。やべこれも漏水だったかも。水で薄めろ。まあちょっとくらいなら大丈夫。直ちに影響はなーい。こらこら。深夜にベリーに群がるビーバー。人参が枯れて在庫がなくなって、不人気食品ベリーを食べとる。ベリー念のために集めといてよかった。汚水を制したので皮を溶かして木を伐採。いつの間にか画面端っこまで刈り尽くしとる。瀬川は喉の渇きで死にました。芋ズサーは喉の渇きで死にました。ポンプの組み上げ速度足りんかったそして無情にも最短の3日でやってくる干ばつ警告。もうやめて、貯水はゼロよ。ポンプ増設急げー。ポツポツビーバーがお亡くなりに。すまぬ。可愛いビーバーがカッサカサに。泣きながらデスマウンテンに埋葬。合計11匹が喉の渇きでデスマウンテン送りになった。深刻なビーバー不足のため工場は一部稼働停止です。お前の水門閉め忘れのせいで大惨事になっちまったな。今度はしっかり水門上げときます。水だばー。上げすぎ。ギリッギリ職人としてはギリのギリを狙いたいけど難しい。しかしそこはギリッギリ職人、ビーバーの出勤時間には正常に戻す技の匠。これなら水で困るまい。今度は食料がゼロになりました。不人気食品ベリーまで食べ尽くしちゃったか。でも人参が育ったぞ、収穫急げー。食料ゼロのまま干ばつ11日が襲来。鳥間貯水は大丈夫そうだな。干ばつ中でも人参大豊作。食料危機はなんとか脱したかな？よしピンチは乗り切った。デスマウンテン正規登山ルートを攻略だー。そっち側からも登れるようにするのか、それが正規ルートなのは初耳だ。今決めた。おい。でまだ金属作ってないけど薄いポンプもアンローク。建設指示だけでも出しとくか。材料揃うまでは停止しとこっと。で爆薬工場も建設指示、1階は爆薬を保管する倉庫。そして爆薬工場を上にドーン。登るのは面倒だが倉庫が近いのはいいな。でも工場が増えると動力が足りぬ。そんなわけで風車を建てるぞー。風車は風がない時動かないのがネックなんだよな。風がない日はお休みです。
適当だな。パンインワンオペ。ビーバー不足で配達業務めっちゃ滞ってそう。だというのにお前は、お亡くなり寸前じゃねえか。はよ帰れ。飢饉に備えてじゃがいも作付け。じゃがいもは食うのにグリルがいるから、当分は保管するだけになるかな。水位下がってきたので放水。手前のダムの貯水だけで今回は楽勝そうだ。前回もこうあって欲しかった。後の祭り。大人ビーバーも25匹に増加、精錬所、いよいよ稼働です。これで鉄ゲットだ。じゃあ汚水ポンプ建設開始。鉄は5個だけあればよし。汚水用に小さいタンクを爆薬工場前に設置。汚水は爆薬の原料。やっべ川の水位減らさないようにとポンプ止めて忘れてた。また水の在庫がゼロになってんじゃねえか。喉乾いたアイコン見るまで気づかんかった。危うく大惨事。いのちの水。やらかしかけたがダムの貯水も残し無事生存。さあ好きなだけ水を飲むといい。ポンプ担当さん急いで水を汲んでください。飲み水を汲み上げるだけで手一杯なのに容赦なくやってくる悪潮の警告。猶予はあと3日。干ばつの時も汚水が汲めるように少しだけ汚水ダムを建設。そのうち奥に見える遺跡で鉄を掘ることになるかな。町から遠いが無限にスクラップが取れるのは魅力的だな。お前、ひっまそうやなあ。板の在庫なくて建築いけてない感じか。仕事せい。こらビーバー連出すな。てなわけで丸太だけで進められる、メインダムの堤防工事を依頼。植林した木が育ち丸太が余り気味。がっつり減ってた大人ビーバーの数が、元の数を超える35匹になったので建設作業員の小屋を建設。食料と水も復活。悪潮が来るぞー。今回は10日か。悪潮対策水門、閉門。手前のダムもしっかり貯水されてるし、今回はしっかり耐えれそうだ。上流ポンプ停止、川が枯れても影響ない下流のポンプを使うのだ。上流は枯れると柵も疲れちまうが、下流はまだ未開発だから水が枯れても OK って感じか。下流の水門いい仕事してます。風車完成、工場フル稼働だー。動力もしっかり補えてるな、風が吹けばだが。汚水ダム完成。おもらし、設計ミスってた、ここは堤防にしなきゃ。ボンミス。まあこういうこともあら。アップな、タンクの水なくなるところだった。ビーバーが増えて思ったより消費量が増えてて焦るのず。はい、ポンプ再稼働。水だばー。悪潮残り5日、すべての水を川に注水。貯水してても蒸発はするし、もっと深いダムが欲しいね。だな。汚水ダム完成。貯水量少なそう。爆薬工場、完成だー。いろいろやらかしたがなんとか7サイクルでダイナマイトまでこぎつけたぜ。動力不足で稼働率低下しそうなので風車を、立てまし。小さい風車は板と丸太だけで作れるから意外とコスト低くておすすめ。悪潮の抜本的解決に乗り出すぞ。水と汚水を分離できる清水弁をアンローック。アップデで追加された自動排水。これで水門の開け閉めもやらかさずに済むぞ。こんな感じに設置して水はダムに、汚水はダイナマイトで水路掘ってそこに流すつもり。これは完成が楽しみだぜ。今シーズン、初の葉っぱー。規模は小さいがビーバーたちにとっては大きな一歩。ってお前ら何やっとんじゃー。ビーバーの勇者、みんなのために汚水に入り工事を決行。階段使わなくても端から工事できたのに、優先度の設定ミスったか。糸かなし。階段壊していけなくした。病気になったラオジンの治療法を調べてたら悪潮が終了。騎兵士植えながらも汚水に飛び込み仲間のために働く。ラオジンお前男前すぎるだろ。調べた結果直すにはハーバリストの解放が必要。原料は紙とタンポポとベリーか。研究ポイントも時間も厳しい。ラオジン、すまぬ。いのー、ちの水。ラオジン、山頂の湖を青くするために自らを犠牲にした労働者の鏡。その勇姿はビーバー界に永遠に語り継がれるであろう。じゃあ悪潮も無事回避できたので今回はここまで。ジャスティスビーバーさんの新曲とともに、今回の出来事を振り返りつつお別れです。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。乾いた大地に響く鼓動、命の水を取り戻すため、汚水に浸かり働く仲間、誇りを胸に進む今日、轟けダイナマイト、ダムを築け愛と
の声が希望の歌を奏でている。金髪終わらすその日まで共に戦う誓いを立てて信じている。仲間の力共に歩むこの道を届けたい名前タムを築け愛と勇気で喉の渇きに立ち向かうのさ。